良い仕事しています。美味しかったのでリピです。スパゲティにかけるだけです。普通に入れて大丈夫です。意外に硬いです。これは黄色いです。深あり深いです。悪魔っぽい感じがつけた方がいいですね。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。グレープフルーツパンナコッタ1798円です。ケーキコーナーの新商品です。消費期限はあさってです。下の方はまだ凍っています。ホワイトとレッドの2色のグレープフルーツとゼリーのキラキラで綺麗ですね。パンナコッタよりもゼリー部分の方が多いです。とりあえず上下を分けます。いっそチョッピーのスープみたいに分けといてくれた方が助かりますよね。今回もティラミスの空きグラスに小分けします。まずパンナコッタを 75g ずつ入れます。そしてゼリー、グレープフルーツもトッピングします。ホワイトグレープフルーツはほとんどチャンクですけれども、レッドはたらこのような大きいものもあります。スプーンで食べることになるので、大きいものは切ってから入れた方が親切でしたね。190g のものが9個できました。182.4 キロカロリーです。プレーンなクラッシュゼリーは柔らかめ、つなぎ役として良い仕事しています。シラップ漬けのグレープフルーツが苦味はなく子供でも食べやすいと思いますけれども、みずみずしさがなくボソボソしていたのは残念でした。パンナコッタは牛乳感を柔らかくした感じでバニラ感はなくチープな味です。素人っぽいデザートです。ネーミングのイメージからもお値段的にも残念でしたが、これはこれですっきりしたデザートで私は好きです。半年前にご紹介したチェリーパンナコッタとは全然違いますので、それを期待して買ったら満足度は低いかもです。きらめき海鮮漬けちらし3380円から300円オフです。11月に新商品としてご紹介したまるで海の宝石箱のちらし寿司です。美味しかったのでリピです。消費期限は当日です。イクラやマダイの皮を剥がした跡がキラキラしています。イカ、サーモン、マグロ、エビ、マダイ、イクラ、大葉、青ネギとごま。わさびは2個です。しっかり味がついているので醤油は必要ありません。直径28センチの桶にびっしりと海鮮が広がっています。寿司飯の深さは24ミリぐらいです。コストコのちらし寿司はいつも味が濃いめですけれども、これは五目ではなく白い酢飯なのでしょっぱすぎることなく美味しかったです。バリラアマトリチャーナ 400g が2本948円から200円オフです。期間限定のこのパッケージは初購入ですけれども、ギフト缶に入っていたものと同じです。缶のシールは孫のいたずらです。原産国はイタリア。賞味期限は来年の5月です。約16ヶ月です。茹でたてのスパゲティにかけるだけです。ベーコンも入っているので、コストコ定番のバニラのトマトソースよりも酸味が控えめでコクもあります。特にアレンジも必要なく美味しくいただけます。カークランドシグネチャースターバックスエスプレッソダークロースト2818円から900円オフです。原産国はアメリカですが、豆の産地はペルーです。賞味期限は3月11日です。約2ヶ月なので短いです。なくなり次第終了とのことです。袋の上下を間違えて開けちゃいました。ダークローストらしく黒光りしています。電動ミルの性能のせいで引きムラはありますが、一般的なダークローストと同じように少ししっとりしてます。エスプレッソブレンドですけれども普通に入れて大丈夫です。程よい苦味とコクがあり美味しいです。ミルクも合います。いつものようにキャニスターに入れてすぐに飲まない分は冷凍しておきます。私は 200g ずつフードセーバーで真空パックにして冷凍してます。クッキータイム 1kg 入り1698円です。M&M's っぽいカラーが目立っていたので買ってみました。原産国はニュージーランド。賞味期限は
11月5日です。約10ヶ月です。72枚入っていました。1枚の重さは 25g くらいなので 115.3 キロカロリーです。ただ 25g×72 枚は 1800g ですから、計算が合わないので大きさはバラバラかもしれません。パッケージごと測ったら 1.2kg ありました。直径は 65mm 前後、厚さは 17mm くらいです。カントリーマームに似ていますが全く違います。カントリーマームはどんどん小さくなって今ね一口サイズですよね。意外に硬いです。そして甘いです。いかにも輸入クッキーって感じなので、日本のクッキーをイメージしてるとおやってなります。チョコチップの入り方はかなりムラがありますが、ちょうどいいバランスだと思います。イタリアンミネストローネ477円です。末尾77円のお買い得品です。前回購入時は998円でした。ベーコンなどは入っておらず、野菜だけ薄味で美味しいです。原産国はイタリア。賞味期限は2月2日です。約3週間なので週1本ペースでいいかな。食べる分だけをチンしてもいいんですけれども、鍋で温めました。希釈の必要はありませんが、少し水を入れて最後まできれいに取り出します。ミネストローネというと赤いイメージですが、これは黄色いです。具沢山なので食べるスープって感じです。セロリの香りが私はちょっと苦手ですけれども、じゃがいもとお豆の甘さで美味しくいただけます。薄味なので好みです。和食とも合います。ガーリックペッパーポーク1987円です。通常 100g あたり128円が108円です。久しぶりの登場です。美味しかった記憶があるのでリピです。豚肉は国産。加工日は昨日。消費期限は明日です。多いので最初に3つに分けます。すぐに食べない分はフードセーバーでパックして冷凍します。フライパンに広げてから火をつけます。味付け肉の時はいつもコールドスタートです。お肉は切り落としっぽいですが、大きいのがたくさん入っています。玉ねぎもバランスよく入っています。ガーリックもペッパーも程よい濃さで美味しいです。脂身が多くて柔らかいんですけれども、残念なのは筋。コリコリと噛めない部分が多くあり不快です。ここ1年デリカの豚肉について毎回筋がって言ってるような気がします。アッシュ節分アソート998円です。メルマガ掲載の新商品です。大豆は入っておらず、チョコやラムネなど5種類のアソートです。50袋入り。原産国はハニーローストピーナッツは中国、ビッツコーンはスペインです。加工は埼玉県です。賞味期限は5月14日です。約4ヶ月です。赤、青、黄、緑の鬼でできたテトラパックになっていて可愛らしいんですけれども、5種類のお菓子の名前が書いてないので分かりにくいです。透明のところから覗くしかないです。ハニーローストピーナッツは18個、麦チョコは6個、ビッツコーンは14個、カラフルチョコは6個、カラフルラムネは6個です。どれも名前の通りなので特に説明するまでもありませんが、硬いかもと心配していたビッツコーンは思ったよりもサクッとして程よい塩味で美味しかったです。お面は紫の鬼です。悪魔っぽい感じがしますね。海の幸3種のアソート2548円から700円オフです。スルメとサケトバとホタテ貝柱燻製の3種のセットです。加工製造は北海道。賞味期限は3月7日です。約2ヶ月です。スルメは食べやすいように切ってから魚焼きグリルで焼きました。スルメはフェイスラインを引き締めるのにいいらしく、ウエストも引き締めたいなら何もつけないのが一番ですけれども、マヨネーズ&七味のディップ、これ美味しいですよ。サケトバは長いものも短いものもあります。皮
皮なしなので食べやすいんですけれども、鮭とば好きの主人はちょっと物足りないようです。私は皮なし大歓迎です。たまにこぼれがあるので気をつけた方がいいですね。小さいお子さんは食べないか。今週のお酒はサントリー金麦糖質 75% オフです。金麦3種類リニューアルしましたよね。ツイッターキャンペーンもやってます。泡はすぐに消えてしまいますけれども、すっきりして美味しいです。メニューはガーリックペッパーポーク、スルメと鮭とば、節分アソート、ほうれん草のごま和えです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。